皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日もですね、またコメント欄に来ているよくあるお悩みに答えていきたいと思うんですけども、シワがうまく描けません。よくわかりませんというお悩みです。シワは、しょっちゅう来てるし、まあもしかしたらちょっと何回かやったこともあるかもしれない、ね。やってる。実際やってるけど、やっぱ初心者の人は、ほんとここ絶対つまずくよね。まあ、なんか体とか顔とかがうまく描けたときに、なんか次多分悩むのがシワでしょ。シワと描けたと思うんだよね。まあでもみんな悩んでると思うんだけど、今日はもういろいろ動画とかも見てやってきてるけど、やっぱりシワがうまく描けない、よくわからないという人に、レベル別に誰でもできる対処法を教えていきたいと思います。それでは早速一緒にやっていきましょう。じゃあ、まず早速、レベル1の対処法なんだけども、この時点では、まず一回シワを描くとか、そういうことを忘れます。シワの描き方だけど一回こう頭から。もう一回忘れよう、そういうことで。もう意味わかんなくなってるからね。まずはですね、この2種類の線の練習をしてください。要は線の練習です。どんなペンでもいいよ。アナログでもデジタルでも大丈夫。好きなペンでいいので、1個目の線は、シュッっていうまっすぐ引く線です。このシュッっていう線。正直角度は引きやすい角度でよくて、まあ真横でもいいし、縦でもいいけど、とにかくこのまずまっすぐシュッてやる、こういうシュッて描く線。これ1個目の線、練習してください。なんか、できることなら、良くない例としてはこうなっちゃうこと。なるべくブレるっていう。そう、シュッてできるようにしといてください。ブレないように描くっていう。そう。で、次、もう一つの線の種類なんだけど、それが、シュッて線です。今度はまっすぐじゃなくて、ちょっとこう丸みを。そう、要はこう描いてる。そのちょっと丸みがある線。こういう線です。こういう線を練習してください。なんか髪の毛とか。そう、髪の毛で使う線だよ。あと、というか、なんでもみんなこれ言われなくてもなんでも多分絵にこの両方の線使ってると思うんだけども。シワこっち多めなの。そう。これもなるべくならこういう風にならないように気をつけてほしい。こういう風にはね。やっぱシュが大事ね。シュがね。難しいけどね、シュね。これを練習する、まずは。もう別に角度とかも気にしなくていいから、好きなもう線で向きでいいから、ひたすらピッピ描く。で、この時あともう一個大事なのは、これぐらいはそれはみんな描けるのよ、これぐらいは。それこそこれぐらいは。私が言いたいのはね、こう長めにシュッて描く練習。シュッっていう。短くは誰でもいけんだけど、長くした時に、ちょっとやっぱみんなよれると思う。やっぱ絵に慣れてない人たちっていうのは、やっぱ長い線を描くっていうのが、まだ手がうまく使えないから慣れてないと思うのね。なので、自分の中でいつもよりちょっと長いかっていうのと、ちょっと、こう線が入って抜けてるかもっていう気持ちね。これはペンの使う設定とかにもよるから、絶対そうなってなきゃいけないってわけじゃなくて、自分の気持ちがね。っていうぐらい、こうちょっとナチュラルにこの直線と曲線を弾けるような練習をしてみてください。というのがレベル1の対処法です。まあこの時点ではまだシワが描けるようにはなってないと思うけど、ここから徐々にレベルが上がっていくからね。じゃあこの線の練習をしたら次のレベル2に行きます。じゃあ、こっからはレベル2です。今の2種類の線を覚えたら、次は、シワの種類っていうのを覚えていきたいと思います。で、シワの種類っていうのはいくつかあるんだけど、それをいきなりね、人間の洋服でこういう種類があります、こういう種類がありますっていうと、多分ね、みんなわけわかんなくなっちゃうのと、仮にだけど、S 君の今この服で説明したとき、この服以外が来たときわけわかんなくなっちゃうと思う。確かに服はいっぱいあるもんね。そう。だから、まずは先に人間でそのシワを覚えない。みんなやっぱいきなり悩むときって洋服のシワで悩んでると思うんだけど、そのシワそのものっていうのは、別に洋服だけによるものじゃなくて、布っぽいものだったら何でもよるものだから、自分から理解できる形でまずいろんなシワの種類があるっていうことを覚えていこう。で、それにおすすめの形なんだけども、こんな感じのトイレットペーパーの芯みたいのをみんな描いてください。まあ自分の頭で理解できる立体物だったら正直何の形で挑戦してみてもみんないいんだけど、私のおすすめはこういう円柱っていうのかな。とにかくトイレットペーパーの芯、空き缶とかそういう形のまあみんなの脳内で立体的に想像できるものがおすすめです。まずそういう形を自分で描いてもらって、ここに四角い布を1枚かぶせるというイメージでいろんなシワの種類を勉強していきたいと思います。まず上にシンプルにパサって乗っけたとき、
ここの上にシンプルにパサって布を乗っけると、シワっていうのはだいたいこんな形のシワが寄ります。はい、こんな感じです。はい。まあ大体こう布をパサってかぶせるとこういう形のシワがまあ寄りがち。まあ大事なのはここの上の、ここの部分ね。ここの部分っていうのはもう布がピーンって張ってる状態だからシワはできない。だけどここの下の部分にはこういう引っ張られるようなシワができるっていう、引っ張りじわ。引っ張られてできるシワっていうのが一つ目の覚えておいてほしい種類のシワです。まあ使う場所としてはね、スカートだったり、まあいろんなところに使う。もう洋服のいろんなところに使う。今のこの形状はスカートっぽいけど、別にここないパターンもあるから、とにかくいろんなところで使う、この引っ張られじわです。だからどっちかとさっきだと直線のね、練習したじゃん。そっちのが多く使うのかなって思います。じゃあ次覚えておいてほしいシワの種類。次はこの円柱に、まあさっきよりもめちゃくちゃでかい布をボサッとかけたとしよう。そうすると、布が大きすぎるから地面についちゃうよね。ああ、確かに確かに。横向きのシワって言えばいいかな。ここにこういっぱい布が集まっちゃうから、こういう横向きのシワが寄るんだよね。これがたまりじわ。まあ要はイメージとしてはこう横向きに線を入れるのと布と布がこう重なってできたりするようなシワのイメージです。これはどっちかっていうと直線よりも曲線、さっき使ったような曲線を使うことの方が多いです。で、これがたまりじわ。これ2つ目の覚えておいてほしいシワの種類。で、最後に、トイレットペーパーを1個だったけど今までは2個こうくっつけた状態、V 字にくっつけた状態を脳内でイメージしてみてほしいんだけども、これに布をかぶせた時っていうのは、こうさっきみたいにこう重力みたいのに引っ張られてこう下に伸びるこういうまず下に伸びる引っ張られじわと、ここの折れてる部分に布がたくさん重なるから、こうやって重なった布が集まる、こういうたまりじわが両方発生するっていうイメージです。こんな感じ。これはさっきの引っ張られじわとここに集まるたまりじわ。この2つがこう V 字とかだと組み合わさる。イメージすると、これはね、洋服の肘とかの部分でめちゃくちゃよく使うシワなのね。そうなのよ。なので、この種類の3つのシワ、実際シワの種類は2つだったんだけど、それが組み合わさったパターンみたいのができるっていうことも考えたこの3つぐらいのね、練習をするといいと思います。このシワの練習をいきなり洋服でやろうとするとね、わけわかんなくなっちゃうし、書くのも大変じゃない？だからまずはこのトイレットペーパーの芯みたいな形でよかったら何度も練習してみてください。それに自然と布が重なってるように見えるなってなってきたら多分シワが上手くなってきてる証拠だと思う。最初は今私が書いたみたいに、布かぶってるじゃんっていう風になんないと思う。今これ見たらみんなは布かぶってるじゃんって見えると思うんだけど、いきなり初心者の人が書いた時、こうは脳内でできないと思うんだよ。だけど、それでいいからね、練習して徐々にこういうのが自然と書けるみたいなイメージになることが大事です。じゃあ次、レベル3。いよいよ人間の洋服に行きたいと思います。じゃあ次、レベル3です。じゃあ今覚えたシワをもとに、早速洋服にシワを描いていこうと思うんだけども、今この2人にシワをこれからね、洋服着せて描いていきたいんだけど、初心者がね、ここでやっちゃうのが、まあとりあえず洋服描いていろいろシワを描き足してこうなんて思って、まあいきなりこうやって描いてって、まあ、とりあえずどんどんこうわかんないからいっぱいつけてみるみたいな。こうして、こうして、シワをとにかくいっぱい描くぞみたいな、こういう感じでね、描いていくっていう、これをやめようっていう感じです。大事なのはですね、先にシワを描くポイントを自分の中でもルール化して決めておくっていうこと。例えば、ここ。こことか、ここ。あと、ズボンが溜まってるって言ってたね。溜まりじわ覚えたよね。ここら辺、おそらくだよね。で、あと他に布が、さっき私が言ってた、例えばね、スカートみたいにこう引っ張られてシワになるとすれば、もう多分ここら辺だよね。できるのがね。スカートを履かせるならね。そうそう、スカートを履かせるとして。っていう、まあちょっと洋服のイメージがまだ決まってないからあれだけど、あとは私が大抵もうおすすめとして入れておきたいのはこの脇の付け根。ここには同じように肘と同じようにここにも布が寄る場所なのね。この脇の付け根のところ。ここは私がいつも入れたいおすすめシワポイントです。とりあえずここにこ
回はシワを入れるっていうのを自分の中でもルーティン化しておく。自分はここにシワを入れるぞって。そうするともう見失わないから、まあここのシワポイントに向かって洋服を描いていきたいと思います。なるほどね。だから今決めたとこ以外はとりあえずね、そんなもう考えない。もうね。とりあえず書いていこうみたいな。とりあえず決めたポイントだけに、一回シワを入れてみて。そう。ここだね、来たポイント1。ここに来たので、ここにシワをさっき入れたやつ、寄ったシワを書こうみたいな感じです。で、ここの脇のところにシワが来るから、ここに書こうっていう感じ。ああ、なるほど。もう自分の中でルールを決めとく。ここに自分はシワを入れるぞっていう。ここは正直あんま折れてないからシワは入んないけど、まあ1個ぐらいこう入れとくか、みたいな。自分の中でルーティン化しておくっていうのが、正直毎回悩まなくて済むポイントかなと思います。で、まあ最終的に完成してみて、バランスを見るっていう。バランスを見て、そう。もうここにあってもいいかなっていうところが後で入れるっていう。そう。ああ、なるほど。で、そうしないと書いていくうちに一緒にシワも書こうとしていくとわけわかんなくなってっちゃうから、で、ごちゃごちゃさせちゃうっていうのが素人がよくやってしまうことだと思うのね。で、ここも他のやつ書かないでいく。で、ここ来た。ここにたまりじわをさっき練習したたまりじわを書くんだと思って、練習したさっきの練習の成果がようやく生きるね。なるほど。こうやって書く。もうあとはとりあえず無視。ここに書くぞって、決めたところにだけ頑張ってさっき練習したものを書く。はい、こんな感じでざっくり S 君完成。じゃあこんな感じでシンディちゃんも書きます。はい。で、ここに来たらさっき練習したね。あれだね。一番最初のシワだね。引っ張られじわ。重力に引っ張られるシワをスカートに書こうって決めて書いていく。こんな感じかなって書いてみる。はい、こんな感じです。そしたらもうあとはさっきイメージしたポイントにシワを今書いたね。とりあえずこれでもう正直私はいいのかなと思うんだけど。まあ一番初めはね。そう、それでいい。あとは自分の中でもし毎回ここに入れるぞって決めれそうなポイントがあれば入れる。私の場合はね、洋服のこの肩のところとかの引っ張られじわ、要はさっきのこのスカートと同じ引っ張られるシワっていうのを、なんだったらいつもこうスッてこうやって入れる癖が。そう、これ私の癖です。でもどんな時でもこう入れようって決めてる。なんか Y みたいなね。そう。で、例えば女の子の場合はただ胸があるから男の子みたいにこの長く入れない。女の子の場合は胸で一回こうやって線を区切るっていう感じ。で、胸のあたりをこうちょっと強調してあげるようなシワを入れるみたいなことをするけど、正直これもなんか自分の中でルーティン化して決めといちゃうっていうのがいいのかなと思う。悩まないし、毎回ね。で、それ以外もう理解できない形だった時の無理にシワは描かない方がいいのかなって思ってます。ごちゃごちゃさせない方が逆にね。そう。じゃあ次、これがレベル3です。もう書く場所を決め打ちしておくって。で、次レベル4です。まあ、レベル4は、もうさっきちょっともう冒頭にレベル3で言ったのと一緒なんだけども、とにかくね、シワを頑張って描きすぎないっていうのがポイント。今、決め打ちしておくだったけど、例えばこれにめっちゃ今からシワを描き足したバージョンのやつも描いていくね。はい、これめちゃくちゃシワを描いた S 君ね。とにかくもう余白をなくそうという努力の末、別にこういう服もあるから。あるっちゃあるかもしれないし。でもよく描けるね、こんなの。いや、でもさ、S 君が言ったんですよ。今私が描くと体の形状が脳内で理解できてるから、ある程度、まあこういう。なんかあるのかなと思っちゃう。でも多分これ初心者の人がこんな形でうまくシワ描けなくて、とにかくいろんな方向に線を描いちゃうだけになっちゃう可能性があるし、何よりもシワすぎる。ちょっとヨレヨレすぎる服っていうね。そうなのよ。やっぱね、初心者の人は、これいいことでもあるんだけど、頑張って余白を埋めようとしてね、とにかく描きすぎちゃうっていう。まあ分からなくはないよね。あと、ちょっと、もう少しみんなが本当にちょっとやっちゃいそうな、例なんだけど、こうやって、すっごいちっちゃい細かいシワをこうやって、大量にこうやっていっぱい入れちゃう。なんか分からないなりにごまかそうみたいな、でもここには入るんだ。分かってるんだと思って、ちっちゃい線で細かく入れちゃう。でもここで最初の練習を思い出してほしい。私言ったらなるべく大きく長い線でっていうルールだったじゃない。だからちょっと大きな線ですってこう決めたとこだけに入れる。これ最初に練習した線を思い出してほしいんだけど。で、今度下下半身にも入れるけど、こっち側があんま良くないでね。ここにたまりじわができるんだと思って、すごいここに頑張って描くんだけど、細かい線でこうやってちっちゃくこういう感じでいっぱいこう
シャッシャシャッシャちっちゃく書いていくっていう感じ。こういう感じ。じゃなくて、できることだったら、さっきやった、線を大きめのストロークを使って、減らした例ね、シワを。みんなもなんとなく見てもらえばわかると思うんだけど、まあ絵柄もいろいろあるとはいえ、まあどっちがこなれて見えたり、シワがちゃんと綺麗に大胆に見えるっていうとこっち側だと思うんだよね。確かにね。みんなが描きたいシワっていうのはこういうまずことなんじゃないかなって思う。ここで一番最初の本当練習が生きてきて、とにかく線を長く、こうストロークを大きく描くっていうのが案外シワって大事。大胆に描くっていうのは大事なんだね。わかんないものって、みんな手足のパーツでもそうだけど、ちっちゃく描いてしまう癖がある。わからなくはないよね。そうだよね。なんかやっぱちょっとごまかそうみたいな。自信がないから小さく描こうってなっちゃうんだけど、実際はね、やっぱ大きく大胆にシワも描いてみてください。それで描きすぎない S 君の、こっちの S 君のように。描きすぎないっていうことが大事。ポイントを決めてっていうのがレベル4でした。最後のレベル5なんだけど、結局ここはもう極論。もうここまでやってももうどうしようもなく本当にわからない。で、ポーズが変わった瞬間意味がわからなくなっちゃうって人には、まあ最終的にはやっぱ写真を撮って見て描くっていうのが私としては一番のおすすめです。まあ自分でこうやってみて、ここにできるみたいなね。で、それの時でも注意してほしいのが、やっぱ絶対にネット上の画像とかを拾ってやってこないっていうこと。自分でちゃんと写真を用意するっていうのが大事なので、ぜひマナーですので守ってください。で、やってみたいと思います。今日のこれを書こうと思って、写真を友達にやってもらったり、自分で自撮りでも OK。今撮った S 君の写真を読み込みます。まあ、自分で撮った写真だったら、トレースしても問題ないから、まずシワの形を知るんだったら、まあ、写真の色味とかをこう薄くしてね、アナログの人はこれトレース難しいと思うから、トレース台を使うか写真プリントして、まあ、無理に横に置くが一番いいと思う。こう見ながら、よく見ながらっていう。それで、なんとなくやっぱりこう布の形をこうやって取ってみて、ここにあるシワの形を、さっき言ったようにこう細かく取るんじゃなくて自分なりに大胆に、これしっかりなぞる必要ないから、なんとなく大胆にこう線を形取ってみるっていうのが、シワを練習する、理解するっていう意味では一番いいのかなと思う。ここら辺に入るんだっていうね。こういうところにこういうシワが、そう寄るんだとか、こう首元にこういう風なシワが寄るんだっていうイメージをまあ持ってもらうにはやっぱこういう写真からのトレースだったりとかよく見て参考に書くみたいのがいいのかなと思うんだけど、これをこのまま人間までやると正直絶対自分の絵柄と合わなくみんななるから、リアルな人間もうこの服の練習だけにやるって感じだから別にこれをそのまま使うっていうか、あく意味一回これを練習した上で自分の絵にまた別に描くっていうのがこういうだからポーズの時はこんな感じでシワが寄ってるんだっていうこと、っていう風に知ってるのがいいと思う。私もこれは未だに自分がキャラクターのポーズ描く時描いててシワよくわかんなくなったら S 君に一回そのポーズをしてもらったりとかしてるので、ぜひね、プロでもそういうもんだから、みんなも、最後は資料に頼ってみてください。ということで、今回はシワが描けない時のレベル別対処法5つでした。ぜひみんなこれを練習してシワをうまく描けるようになってみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんと。バイバーイ。